ようこそ。ロープワークちゃんと使えてますか？今回の動画はこれまで紹介してきた全50種類の技を一気に見られる総集編です。キャンプ、DIY、災害時、覚えておくと必ず役立つテクニックが満載。お気に入りのロープワーク見つけてくださいね。まずはじめにゴミ袋の口を結ぶテクニック。よく土のう袋の口にも使ったりしますよね。一瞬で結べるので覚えておくと便利です。次にシートの穴にロープを結ぶテクニック。結んだ後すぐに外せるようにもなっています。次は柱に結びつけるテクニック。頑丈に結ぶことができます。もう一つ特徴があります。それは締め付けを調整することができることです。次は横の棒に結んでいきます。こちらも締め付けを調整できるのですが、かなり頑丈に結べるので人間がぶら下がっても大丈夫です。次も似たような結び方です。しかし先ほどの結び方と違って特徴があります。それはこんなに頑丈に結べているのに引っ張るとすぐに取り外すことができるという便利な結び方です。このロープの結び方も締め付けを調整することができます。様々なシーンで使えそうですね。次はおまけです。これはロープの先がどこに行ったかわからなくなった時にロープの先にテープを巻いておけばすぐに見つけることができるというアイデアです。次はまた結び目の続きです。トラックに荷物を積んだらこのように結んで縛り付けましょう。しかしこの動画で使われているトラロープは荷物の縛り付けには適していませんので違うものを使いましょう。結び方だけ参考にしてください。この結び方もすぐに結べてまたすぐに取り外すことができます。この結び方はロープを束ねることができます。さらに収納に便利な引っ掛け部分を作ることができます。束ねるだけでなく収納にも貢献して便利な結び方ですね。次は2つの棒を十字に結ぶ方法です。フェンスや格子を作るときに使えそうですね。覚えておくと DIY で役に立ちそうです。次はフックにロープを結ぶ方法をご紹介します。ちょっと難しいかもしれませんが強く結ぶことができます。こちらもフックにロープを結ぶ方法です。今度は簡単な方法をご紹介します。もちろん取り外しも簡単です。次は2つのロープを結ぶ方法を紹介しましょう。これは簡単には外れませんね。こちらもロープ同士をつなげる方法。一つ前の紹介と違うのは簡単に結べることです。素早さが必要な時もありますよね。今度はブルーシートに結びます。おっと、このブルーシートには穴がありません。でも大丈夫です。シートの角にロープを結ぶ方法をご紹介します。延長コードを束ねましょう。仕組みはトラロープでも紹介した通りコードも束ねることができて収納性も抜群です。先ほどより分かりやすい視点でご紹介します。電動工具のコードを束ねましょう。まずは間違った収納方法からご紹介します。むやみに巻きつけるのはいけません。断線の可能性があります。収納性も高く正しい巻き方がこちらです。断線しやすい根元は少し余裕を持ちましょ
巻きつけた先に輪っかがありますので、その輪っかにコンセントの先を入れます。そして下から輪っかを締めるように線を引っ張ると、吊り下げたりする収納部分まで作れます。次はロープを使ったはしごの作り方です。この実演では割り箸を使ってますが、実際はしっかりした木材を使うと即席ですが使えるはしごができます。即席なので使ったら外すのも簡単です。これは釣り糸です。釣り糸をサルカンというジョイント部材につなげていきます。大きな魚を釣った時に切られないように強く縛らないといけません。この強力な結び目なら大物がかかっても結び目の根元から切られることはありません。次の結び目は結んだ後すぐに外せる結び方です。柱などに通常は結ぶのですが、この時柱がなかったのでゴーヤー茶を使っているのは笑ってあげてください。この結び方は締め付けの調整はできませんが、すぐに外せる簡単な結び目です。今度は2本の棒とロープを使って重たいものを持ち上げましょう。重たいのがゴーヤー茶しかなかったのは笑ってあげてください。この重たいものを縛り付ける結び方は複雑なようなのでスローモーションで実演しますが、一度覚えたら簡単です。実はロープの先にはたくさんの魚が入っています。重たいものでも支えきれるのに外すのも簡単です。トラックに乗った荷物を結んでいます。実演はいつもトラロープを使っているので、僕はいつもコメントで視聴者さんに怒られています。皆さんはちゃんと荷物を縛る紐を使ってください。この結び方は出来上がった輪っかのサイズを調整できます。絡まったコードを切らないでください。魔法のような外し方があります。一瞬なので目を離さないでくださいね。実はこれ手品のようなトリックがあります。今回は説明省きますね。ロープと水の入った袋を用意します。この水の入った袋をロープを使って袋の口を閉めるというテクニックですが、やってみた感想は実用性はありません。手で結んだ方が早いです。この結び方は結び目が動く結び方です。どういうことかというのは見てもらった方が分かりやすいです。ロープとロープをつなげる結び方です。簡単にできるので急いでいる時にはいいかもしれません。強度はまあまあといったところでしょうか。コードやロープを巻き取りたいです。速さを追求しましょう。肘を使って巻いていきます。少しよれができるのは許してください。このロープの留め具、一度外れたらなかなか入りません。こんな時は先を少しカットして火で炙りましょう。スルッと通ります。たくさんの長い棒をまとめましょう。その時の結び方がこれです。締め付けが調整できます。普通のリボン結びは飽きましたか？そんな時はこの結び方を試してみてください。
一度完成したら外さなくてもいいし、締め付けの強さを調整できます。ブロックを十字に縛ろうとしています。ブロックは重たいのでひっくり返して結ぶのは大変ですよね。この方法は裏返さなくても結べます。結び目が動き、出来上がった輪っかの大きさを調整できる結び方です。簡単な割には強度もあって便利ですね。このトラックの荷物の縛る結び目は少し難しいですが、引っ張るだけで締め付けを調整できる便利な結び目です。僕はまたトラロープを使っているので、この時も視聴者さんに怒られましたね。トラックの荷物を縛るときは専用の紐を使ってください。柱にロープを強く結びつけることができます。簡単に外れない結び方をしたいときはこの方法を試してみてください。このフックに結ぶ方法も面白いです。やってみたら簡単なので試してみてください。柱にロープを結びます。この輪っかの作り方がポイントです。でも一度覚えると簡単ですよね。引っ張るとほどけます。これはロープを束ねる結び方。長いロープをコンパクトにまとめることができて収納に便利なので、ぜひ覚えて使ってみてください。ロープに輪っかを2つ作る時の結び方です。どういう時に使うかというと、僕はまだ一度も使ったことがありません。皆さんならどういう風に使いますか？よければコメントで教えてください。ロープを使って輪っかを作るのですが、結び目が動き調整ができるので便利な結び方です。ロープを使ってペットボトルを2つ持ち運びましょう。持ち手を作れるので便利な結び方です。軽いものしか持てませんか？安心してください。次は重たいペットボトルを持ち上げる結び方をご紹介します。ロープのおかげで持ち手ができて持ち運びが楽になりますね。これもロープとロープをつなぐ結び方です。似てるようでちょっと違いがあるんですけど、まあまあ頑丈です。ロープの結び方は何千と種類がありますが、覚えやすいのを使うのが一番です。袋の口をロープで結びましょう。外すのも簡単な結び方です。蛇口のホースが外れますか？金具がないときはロープで縛りましょう。この結び方を覚えていてください。ロープを使って柱を立てていきます。ロープの力を使って柱をまっすぐにできます。まっすぐになったらそのまま固定しましょう。重なるゴミを十字に縛りたいけどひっくり返すとばらけちゃいますよね。そんな時はこの方法を使ってください。この結び方だったらひっくり返さなくても十字に縛ることができます。パイプを結束バンドで十字に縛りたい時、2本使いますか？いいえ、2本はいりません。1本で十分頑丈な結び目を作ることができます。あなたは釘に大工さんの糸を結ぶ時の結び方を知っていますか？太いロープを使って分かりやすく紹介します。練習してみてください。簡単に外すこともできます。
これは蝶々を作っているわけではありません。変わった形ですが、ロープ同士を強く結びつけることができます。この電気線、通電していたら危ないです。安全な結び方をご紹介します。ただし事前に特殊な加工が必要なので、一緒に練習してみてください。いかがでしたか？気になるロープワークは見つかりましたか？覚えておくだけでいざという時に役立つテクニックばかりです。ぜひ実際に使って試してみてくださいね。気に入ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。